ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢、東部戦線の戦況に変化の兆しが出ているので取り上げようと思います。去年、ウクライナ軍は北部ハルキウにおける電撃的な領土奪還を果たし、南部においてもドニプロ川西岸地域の奪還を成功させました。以後においては、両軍の戦いは大規模なものはあまり起こっておらず、戦線は全体としては膠着していたと言えるでしょう。もちろん一部地域における激戦は続いていて、その代表格であるバフムトは、長い間、ロシア軍の波状攻撃にさらされ続けて、現在もなお健在です。しかし、バフムトが単体で全戦線を表しているわけではありません。全体状況にほころびも出始めています。今回の動画においてはそのことについて解説していきましょう。それでは戦況マップを使いながら、戦線にどのような変化が出始めているのか見ていきます。こちらの地図は戦争研究所の発表している戦況地図です。赤く塗られている部分がロシア軍の占領地域、そして水色の部分がウクライナ軍の奪還した地域です。特に変化の兆しが出ているのは東部戦線。これまで激戦が伝えられていたバフムト周辺もしくはウクライナ軍が攻略を目指していたクレミンナが注目されていたのですが、それ以外においても動きが発生しています。まずは東部戦線の北側、ロシア本国領に近い部分でのロシア軍の攻勢が目立ち始めています。ウクライナ軍は攻撃を撃退しているものの、ロシア軍の動きが活発化していることは見逃せないでしょう。そして目立ってロシア軍の動きが活発化したのがクレミンナ周辺です。これまでウクライナ軍はイジューム、リマンと奪還を果たし、その先であるクレミンナを攻略すれば、セベロデネツクへとつながる道が開通するはずでした。しかし、ロシア軍は頑強にクレミンナにおいて抵抗を続け、反撃が増強されています。そのため、クレミンナ周辺に張り付いていたウクライナ軍は少し後退を余儀なくされています。ロシア軍の狙いとしては大きく押し返すだけではなく、再びリマンやイジュームを狙うための攻勢を狙っているかもしれません。なお戦略上においてはこのリマン、イジュームはドンバ地方全体を抑えるためにはかなり重要な場所であり、ロシア軍が再度狙ったとしても全く不思議ではありません。そして、クレミンナから南に行けばバフムトがあります。バフムトは長い間攻撃にさらされていますが、現在でも持ちこたえているところです。ただし、バフムト単体で持ちこたえていたとしても、その周辺がじわじわとロシア軍に侵食されており、バフムトへとつながる補給路が今は危険な状態になっています。長期戦を戦うにあたっては、この兵站を維持することが非常に重要です。弾薬や食料が尽きてしまえば抵抗する力が失われてしまうからです。そうした意味でバフムトは今、街そのものが危険というよりも、包囲される危険性が徐々に高まっており、時間の経過に伴って陥落の危機を迎えようとしています。また、バフムトより南においても、いくつかの地点においてロシア軍の攻勢が見られています。これら攻勢はすべて、ウクライナ軍の抵抗にあって、頓挫しているものの、しかし、様々なところからの攻撃が活発化しているということは見逃せません。前線の状況に少し変化が起こり始めています。これまで起こっていなかったことというのは、バフムトではなくて私はクレミンナに注目しています。なぜそこに注目するかといえば、バフムト周辺における戦いは以前からずっと継続して行われてきましたから、変化が起こるというよりは過去からの延長という形になります。一方においてクレミンナで何を見ているかといえば、それはウクライナ軍がイジューム、リマンを奪還し、さあ次はクレミンナと攻めかかってずっと攻撃していたにもかかわらず、ロシア軍がこの攻撃をしのぎ切って、どうやらウクライナ軍を押し戻したようなのです。つまり、ロシア軍はこの町を守る重要性に気づいてかなりの戦力を投入したと考えられます。また、クレミンナにおける抵抗とともに、それよりも北の地域においてロシア軍の攻勢が激しくなっているというのは、ロシア軍は守る一辺倒ではなく、徐々にこの北側地域における再侵略に力を入れ始めたということです。その時用いられている作戦は、バフムト周辺における時と同じように人海戦術だと考えられます。なぜならば、ウクライナ軍は戦況報告を行っているのですが、ロシア軍の攻撃を退けたという話を引き続き行っていて、それでもなおロシア軍が波状攻撃を仕掛けてくるということは、徐々に動員をかけた兵士たちが前線に投入され、それらの兵士たちを使い捨てにする突撃戦術が多用されているようだというわけです。人海戦術に基づいた兵士たちの波状攻撃というのは
決して褒められた作戦ではありません。しかし、ウクライナ軍を消耗させ徐々に後退させることができるんだと、ロシア軍がバフムト周辺における戦いでそう評価し始めた可能性があるわけです。バフムトの町は陥落していませんし、攻めかかったロシア軍の兵士たち、特に囚人兵は何万人とすでに亡くなったと考えられているので、本当に有効なのかといえば、基本的にはそんな有効なわけではありません。しかし、少しでも守りの弱いところを見つけることができたり、もしくは、ウクライナ軍が消耗の中からミスを犯せば、そこにつけ込む形で、ロシア軍が前進できるということを少なくともその周辺都市の戦いにおいてロシア軍は証明しつつあるわけです。その戦いをそのままクレミンナなどルハンシク州の北部における戦いにも応用し始めれば、ウクライナ軍にとっては非常に多くの前線において厳しい戦いを強いられることとなります。このような作戦を支えているのが何といっても月日の経過です。去年ロシアは兵士の動員をかけて、それに伴って何十万人という人たちを訓練を始めました。戦線が膠着している間、これらの人たちはロシア本国において訓練がされてきたわけで、ある程度命令を聞く兵士の数が揃ってきたということが、ロシア軍の人海戦術を支えることとなります。しかも、ウクライナの情報当局は、プーチン大統領にとっては初期の目標であるこのドンバス地方の制圧を何としても2月3月この辺りで型をつけるように軍に命令したというふうに発表しています。ですから、ロシア軍がこれまで激しい攻撃を行ってきたバフムトだけではなく、クレミンナやそれよりも北の地域においても攻撃を加速し始めたというのは、ロシア軍の大規模攻勢のその始まりの部分かもしれないというわけです。なお、ウクライナ軍に対して欧米からの戦車供与の準備が進められていますが、まさにそれらの戦車が戦場に届く前に、ロシア軍は兵士の質ではなく数をもってして戦況を有利に持ち込もうとしている可能性が十分あります。ウクライナ軍にとっては欧米製の戦車や歩兵戦闘車が届くまでのまさに今が一番しんどい時期かもしれません。ちなみに欧米製の戦車や歩兵戦闘車の輸送状況については情報公開が行われています。アメリカがウクライナに供与する歩兵戦闘車ブラッドレーは船でアメリカからヨーロッパへと渡ります。現在ウクライナ軍の兵士たちはブラッドレーを操るための訓練は行っていますが、輸送されるものはまた別で、訓練は訓練、実際に戦うためのブラッドレーは今まさに輸送中です。そしてこちらはカナダが供与するレオパルト2の輸送風景。カナダが供与するレオパルト2はまずは4両ということで、船ではなく輸送機を使っての輸送となります。こちらもウクライナ軍兵士たちへの訓練はまだ行われているところですから、戦場に出るまでにはまだ時間が必要です。前もって送ることによってドイツでの整備などをしっかりと施した上でウクライナの戦場に投入されることでしょう。何にしてもすでに兵器の輸送やウクライナ軍兵士への訓練というものが行われているのですが、実際にこれらが戦力として戦場に出るまでにはまだ時間がかかるのがもどかしいところです。というわけで今回の情勢解説についてはここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったらあなたの感想コメントをぜひとも書き込んでいってください。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。